18、異教の町ピリポカイサリア。エルダトの弟、ヤコブは呉服商を営んでいた。彼は出入りする客のすべてに、貧乏は辛いものだと大げさにこぼしていた。しかし彼は密かに金貸しをして、巨万の富を築いていた。一人娘は結婚してしまったので、家には巨木のアサフと二人きりであった。アサフは子供の頃、異邦人に奴隷として売られ、病気が元で口が聞けなくなってしまった。それでヤコブの下僕となり、どんなに痛めつけられてもペコペコしているだけであった。ヤコブは律法学者とパリサイ人だけには、訪ねてくる旅ごとに、ごちそうを振る舞い、贈り物を忘れなかった。自分のために長い祈りをしてもらえれば、どんな罪でも許されると信じていたからである。イエスがピリポカイザリアにやってきたとき、例の律法学者とパリサイ人が、町中で長ったらしい祈りをしているのが目に入った。そして一人の若者、アサフが彼らと一緒に通り過ぎようとしていた。すれ違いざま、アサフはイエスの不思議な視線を感じた。何かとても強烈なものを感じたので、主人に虐待されてもよいと覚悟を決めて、イエスの方へ歩み寄った。イエスは彼に呉服商の家はどこかと尋ねた。身振りでアサフは道を教え、ヤコブの家まで案内した。ヤコブはイエスが立派な上着を着ているのを見て歓迎した。その上兄のエルダトから遺産分けとして財布を受け取ったので、上機嫌であった。しかしケチなヤコブは遺産を運んでくれた手間賃を惜しみ、盛んに弁解を始めた。この大金は、そっくり借金の返済のためになくなってしまうとか、小じきにくれてやる小銭にも困っているなどとこぼした。イエスは言った。金持ちというのは大変貧しいのです。妙なことをおっしゃいますね。金持ちはいつも金に飢えているのです。もっともっと増やしたいと思っているからです。しかも心配の種もつきません。言ってみれば、貧しさと同居しているのです。囚人のように卑しい欲望と恐怖に閉じ込められています。泥棒、戦争、ローマの権威者、税務署などにいつもびくついているのです。いやー、その通りですよ。ヤコブはため息をついてから黙ってしまった。イエスの見つめる目は何もかも見通して、ヤコブが大金を持ち、帳簿の中までも全て知られているように感じた。ヤコブはうつむいたまま、兄からの手紙を読み始めた。そこには世にも珍しい治癒力をイエスが持っていることが書いてあった。ヤコブはその頃、骨の痛みに悩まされ、この不幸な病を治す手立てが全然見つからなかったので、渡りに船とばかり喜んだ。兄の手紙から察すると、あなたは医術の心得がおありのようですね。実際のところ私は、無駄口しか叩かない医者なんかちっとも信用してないんですよ。よく言うじゃありませんか。医者は泥棒より悪いってね。泥棒は人の金か、命かのどちらかを奪い取るが、医者ってやつは両方とも奪ってしまうってね。と言ってゲラゲラ笑った。ロバの鳴き声のような笑いが止まってからイエスは言った。私は医者ではありません。私はナザレで少年時代を過ごしました。ある年のこと、疫病が流行して人々がバタバタと死んでいきました。その時カペナームから一人の医者がやってきて、それは実に献身的な働きをしておりました。昼も夜もぶっ続けで病人の家を回り、それこそ飲まず食わずで病人を助けようとしました。しかし疲労が極みに達し、ついに亡くなってしまいました。この医者は真心から患者に仕え、自分の生命を捧げたのです。これ以上の美徳がこの世にあるでしょうか。それ以来私は医者というものを尊敬するようになりました。ヤコブは慌てて言った。私は医者に金を払っても、ちっとも痛みが取れないんですよ。いつもこの病気で死んでしまうんじゃないかと恐れているのです。でも今度は違います。兄がわざわざ手紙まで添えて、あなたに治癒の賜物があると言ってよこしたのですから安心いたしました。どうか私の病気を治してください。イエスは再三にわたって自分が医者ではないと言ったので、ヤコブは冗談だと思った。ヤコブはアサフに夕食の用意を命じた。イエスは手足を洗ってから夕食を済まし、綿のように眠った。長い旅で疲れ切っていたからである。次の朝、日の出の頃に目を覚ますと、ヤコブは丁寧な言葉で彼に挨拶し、今日からは自分の秘書のような役目を果たしてほしいと言った。イエスは賃金をもらわないで仕事を手伝い、彼の病気を治すことになった。
しかしいつまでもヤコブの家に縛られないことを約束した。